はい、こんにちは。それではプログラミング序論 B の、演習の、回答の説明をしていきます。今回、説明するのは第1週の、演習の課題の説明になります。はい。課題1の1に関しては、動画を、見ながら、課題を、解いていただいたと思うんですけども、その動画自体が、全て答えになっていますので、省略させていただきます。他にも、いろんなオプションが、コンパイラーに関しては、いろんなオプションがあるので、実際の計算機を使って、他の、コマンドについても、試してみることをお勧めします。それでは、課題1の2の、演習の、説明をしていきます。課題1の2では、分割コンパイルということで、メインのファイルを2つのファイルに分割して実行しましょうという課題でした。で、実際の課題内容としては、こんな、二変数の平方根の加算を行う、関数を作って、プログラムを分割して記述して、実行してくださいという課題でした。で、この課題は、簡単な平方根の足し算の、プログラムになるんですけども、プログラム自体はいろんなやり方があるんですけども、ここでは一つの回答例を紹介させていただきます。まずはじめに、メインのプログラムに関しては、その足し算の部分を、抜き出して、サブファイルをそこに関数を書き出します。で、ここではサブファイルの、プログラムの中身としては、このフロートのアド、スクエア、ルートの関数を作ってあげて、その関数には、フロートの、引数が2つ入るという感じで、関数を1つ作ってあげます。その中でフロートの関数を1つ定義して、ルートの計算をしてあげて、その計算結果を戻してあげるという、関数になります。で、このメインの方では、この、先ほど作ったこの add square コートの関数を呼び出してあげます。そこに入るのは、フロートの、値2つを、引数に入れてあげると。で、その時、この A と B の、フロートの、値を、この関数の中に、引数として入れてあげるんですけども、呼んだ時に、この S と T が、それぞれ A と B に、なるということになります。で、呼ばれた、フロートアド、S スクエアコートの関数の中身に、A と B の値が入ってきて、それぞれ、A と B っていうのが、この S と T に相応して、計算結果を、アドの中に入って、リターンアドされると。で、リターンアドされると、その、アドという、計算結果の値は、もう SQR という、関数の箱に、戻されて、それが、答えとして表示されるというプログラムでした。で、実際、やってみますが、この Web ブラウザを開いて、やってみます。説明した通り、この、コード作成のボタンを押して、C 言語を選択して、ファイル名は、sub.c としてあげますと。で、あらかじめ回答を作っているので、貼り付ける形でプログラミングしてしまいますけど、実際はカタカタと1行ずつ打ち込むという感じになります。で、先ほど説明した回答例、サブ、main.c と sub.c、2つのファイルを実行します。そうすると、答えとして、このような回答が、出力されるようなプログラムができたということになります。
で、きちんと同じ値が表示されているかどうかということで、3.146264 という値が、分割前も、同じ値になるかということで、分割される前のファイルですね。なのかな。同じ値なので変わってないように見えるんですけども、きちんと同じ値が出力されると。1つのファイルでも2つのファイルでも同じ値が出力されていることが確認できます。えーっと、えー次が、課題1の3の演習の、解説をしていきます。課題1の3では、ソースコード1の4を使って出力を述べるということと、その中身を説明するという話でした。で、スライドで簡単に説明していくと、ソースコード0104のメインとサブっていうのはこのようなファイルになって、これ2つのファイルを実行すると、答えが232と、A が2、B が3、C が2という回答が出てきます。で、このプログラム、それが、括弧の1番で、A がどのように変化するかという話で、ここのプログラムの注意としては、このメイン関数、左上の、メイン関数と、インクリメント関数の変数の A っていうのが別物であるっていうことに注意しましょうということです。なので、このメインの中にあるint A という関数と、このインクリメント関数の中にある A ですね。これが別物でありますよということになります。なので、int A の、A に2を入れてますけれども、この2をインクリメント関数の引数に入れて、呼んでいったときに、A プラス1されて、リターンされるんですけども、で、リターン、A プラス1されてリターンされるので、B の値は3になると。ただ、この C っていうのが、もう一度 A の値を表示しなさいというプログラムで、ここにある A っていうのは2のままですよという回答になります。で、実際にやってみますが、これかな。main.c というファイルを作って、sub.c というファイルを作って、はい。これで実行するという感じです。そうすると、出力結果が232となるという感じですね。で、A の流れというのが、今の説明のようになって、特に注意しなくちゃいけないのが、このメイン関数の A というものと、インクリメント関数の A というのが別々で、中身を参照とかコピーとかしているだけで、実態は操作されていませんよというところがこの課題の目的になります。で、同じようなプログラム、課題1の4なんですけども、これを実行しましょうというプログラムです。特にこの課題1の3と1の4の違いというものを理解していただければなと思います。で1の4の、
お、ごめんなさい。これ1の4ですね。これも、1の4。1の4の課題がこれですね。で、1の4の、回答。この、ソースコード、0105を、メインとサブ C っていうものを実行すると、答えは A が2、B が3、C が3になります。先ほど、課題1の3では A が2、B が3、C が2でした。でこれ何が違うかというと、この int A という、A の、値が、A の関数がメインの外に出ています。で、このメイン関数とインクリメント関数で操作している変数 A っていうのが、同じものですよっていうのが課題1の4の特徴になります。なので、メインが呼ばれて A イコール2値を入れたときに、この関数 A ものが操作されていると。インクリメントの中の、A プラス1されたときも、この、メインの外のint A の関数が操作されているという、ことになります。なので、インクリメント関数が呼ばれる前と呼ばれた後の、A の値が、それぞれ、変わっているということになります。なので、課題1の3と、1の4の違いというのが、すごく大事になるかなと思います。実際、やってみましょう。先ほどのやつが232とまだ残っているので、課題5の方では、実行すると、はい、出力が233になると。このように、課題1の3と1の4で違いがあるということがわかるかと思います。で、課題、1週目の課題に関する演習の解説は以上になります。はい、途中、課題番号間違っちゃって、すいませんでした。以上になります。